おうち大好き住空間デザイナーのみです。今日は去年お引き渡しさせていただいて1年間ご入居していただいているNファミリー様のお家にお邪魔しております。では早速お邪魔したいと思います。駐車場は雨が降っている時に雨に当たらないでお家に入れるようなそんな計画になっています。ビルトインガレージです。そしてこちらがお玄関になります。左にあるのがずらーっと収納なんですけれど、扉が鏡になっていて、お洋服とかですね、帽子とか靴とかをチェックしてお出かけできます。そして下には照明ですね、間接照明を入れてます。扉が鏡なので広く見せる効果もあるし、中はこのような形で、ちょっと短かったですね。このような形で靴の収納だったり、あとは傘掛けだったり、ゴルフバッグとかも収納しています。そして右手が和室になります。小上がり和室です。このような形で腰掛けることができるように設計しているので、ここでブーツを座ったままですね、ブーツを履いたりできるようになっているのと、あと和室の下に隙間を作っているので、スリッパとかですね、しまっていただいてすぐにパパッと外に出れる、ゴミ捨てができるようにしています。お玄関が靴が出しっぱなしにならない計画ですね。そして扉が実はグイグイっと出てきて、閉めて和室を見せなくする、隠すこともできます。私がいつも和室には4つの顔を作るっていうのを心がけているんですが、1つ目の顔がお玄関としての和室です。で、上がりまして、そして上がってすぐに見えてくるのが、こちらがリビングになります。リビングがですね、21.5 畳の広さです。中2階が見えていて、そして奥には中庭が見えます。お家自体がスキップフロアのお家になっていて、大空間で、ワンルームではないんですけど、全然ワンルームじゃないけれど、大空間、リビングを中心に、リビングにいろんなお部屋がくっついているような、そんな設計なんですけれども、天井がバーンと高くて、そしてリビングにいっぱいくっついている一つがこちらのお部屋。実はこの扉をまたビビビビビーンって広げて扉を隠すと出てきたお部屋が、こちらがなんとゴルフのパター練習スペースです。旦那様がですね、もともといつもリビングでパターの練習をしていて、一回一回しまうのが大変で、出しっぱなしなのが気になってるってことをおっしゃっていたので、このような形で開けたらオープンで、そしてパッと隠せるような設計になってます。リビングの一角でゴルフの練習がしたいなという夢を持ってらっしゃいました。そしてこちら、ここですね、ガラスが実はあるんですが、このガラスですね、フィックスガラスのように見せかけて、実はここもビビビビビーンと開くんです。ここを開けると全部窓が開く LW というリクシルさんの窓なんですけど、開けていただくとこのような形で外につながるようになってます。こちらがプライベートの中庭なので、パン1設計ですね。私の好きなパンツ一緒でも見られないよという、そんな中庭になっています。お家の中でですね、人からの目を気にせずに過ごせるっていうのはやっぱり余裕というかゆったりなる一つだと思います。そしてこちらがリビングのキッチンの方を向いた景色ですね。左手に先ほど見えていた中2階やゴルフスペース、そして2階スペースに先ほどの和室が見えています。ではキッチンの方にちょっと行ってみたいと思います。キッチンがですね、このでもおなじみなんですけれども、グランテクトさんのキッチンになります。そしてキッチンの横にダイニングテーブルを配置しているという計画で、そして奥に先ほどの和室です。ここもですね、扉をビビビビンって閉めると個室になる。で、開けるとリビングの一角ということで、和室2つ目のお顔はリビングです。パーティーとかですね、たくさんの方がいらっしゃった時にダイニングと続いた形で使えるようになっているので、多くのみんなでお食事ができるような、そんなイメージでもあります。
でこちら2型キッチンですね。キッチンが、シンクがあって、コンロが後ろにあって、そして私がいつも設計するときに、この大事にしているこの景色、キッチンに立った時の景色です。正面にテレビがあって、左手に先ほどの、和室ですね。和室と、あとお玄関も見えています。そして、右手にゴルフスペース。そして実はここですね、キッチンの横にこのような形でユーティリティがあります。主に奥様のスペースとして使われているんですけれども、キッチンのすぐ横なのでとても便利な動線になってます。ポンポンと2段降りていただいて、ちょっと天井を低めにしているので、半地下スペースという形でお作りしてます。ここが先ほどのゴルフですね。そして今も玄関が見えてる。で、和室が見えて。で、次は後ろに参りたいと思います。キッチンの後ろ。実はこちらにですね、こちらのお部屋が寝室になります。1階だけでですね、寝れるというか1階だけでお休みいただけて、水回りがあってキッチンがあってっていう設計にしているので、とても便利だと思います。そしてこの奥の白い壁ですね、実はこの壁もビビビビビーンと開くことができます。ここですね、そうすると先ほどの和室とまた一体化しました。こうすることで3つ目のお顔は寝室でした。奥のですね、和室の扉を閉めてもらって、この扉を開けると寝室が広くなるという計画です。そして寝室からすぐもまっすぐですね、お向かいにあるのが水回りになります。水回りがもう寝室のすぐ近くなので、ここがおトイレなんですけれど、夜お手洗いに行きたくなってもすぐ近くなのでとても便利だと思います。おトイレにもですね、間接照明を入れたりとか、あと収納の下に砂利を引いてちょっとアクセントとして演出をしたりしているおトイレになります。そしてこのですね、もうおなじみの動線です。広い洗面として使えるけれども、お風呂入るときはこの扉を閉めていただくと脱衣室に変化する、そういう設計になっています。普段はもうほとんどお風呂に入る時っていうのはですね、限られた時間なので、広いパウダースペースとして使ってもらう方がと有意義な空間になるかと思います。そしてこちらがバスルーム。こちらは TOTO さんのシンダというバスルームになっていて、1717というサイズのお風呂です。扉がですね、ガラスになっていて透明なんですけれども、先ほどの扉を閉めると見られることはないので恥ずかしくないです。で、奥にもですね、扉があるんですけれども、こちらが室内洗濯室です。これもナオミといえば室内洗濯室っていうぐらい、室内洗濯室はもう必須なんですけれども、その室内洗濯室の奥にあるお部屋が衣類室です。これがですね、洗濯室の横に作るっていうのがものすっごく便利になります。もうお洗濯のですね、お洗濯室の隣に、そうですね、脱衣室、そして洗濯室、クローゼットですね。そしてこのお部屋、見覚えあると思いませんか？先ほど見ていただいた奥様スペース、ユーティリティって言っていた奥様スペースですね。ゆうきさんが映っちゃいました。ということで、キッチンに戻ってきました。これくるくる動線ですね。なのでキッチンから奥様スペースからぐるっと回って水回りのような形で動線が作られてます。で、ここからの景色というのがですね、ここがもう玄関入ったすぐの時の景色にはなる、また映っちゃいましたね。景色なんですけれども、奥に見えている黄色い壁のお部屋が中2階になります。オーナー様のご希望でリビングにマッサージチェアを置きたいっていうことだったんですけれども、どうしてもリビングにマッサージチェアを2台置くとリビングが狭くなっちゃいがちだったり、
まとまりがですね悪くなりがちなので、週2回にこのような形でご提案させていただきました。リビングではないんですけれども、このような形でリビングの一角のような空間にあるので、このマッサージチェアに座っていただきながらテレビを見ることができます。テレビも見えるし、家族の気配も感じられる、そんな空間に、中2階なんですけれども、マッサージスペースを作ってます。そして奥が収納ですね。こちらは先ほど見ていただいた衣類のスペースが普段使いの衣類だとすると、ここは季節外の衣類で、こちらが2階のおトイレと、奥にも収納があって、奥は季節外のもの、お洋服以外のものをしまっていらっしゃいます。そしてここが個室ですね。個室です。もう今はゲストルームとしてですね、主に使っていらっしゃいます。この個室が2階にあるんですけれども、2階からですね、こう扉を開けて廊下に出ていただくと、リビングと一体化するという、リビングにすぐつながるような設計になってます。ソファーが見えたり、中床が見えたり、お部屋が一望できる場所となっております。壁がですね、テレビの横に見えている壁がアクセントの壁でタイル張りなので、とっても実物もですね、質感がやっぱり本物なので、実物で見ていただくとものすごい迫力です。ちょっと動画だと分かりづらいんですけれども、ああいった形でお部屋の一角にですね、そういったアクセントを持ってくると、またぐっと空間が締まりますね。そしてこの黄色の壁もオーナー様がすごくこだわられた黄色い壁です。いろんな黄色があるからですね、楽しくどれにしようかっていうお打ち合わせをしたのが、この間のことのように懐かしいなと思います。で、階段がこうですね、降りてきたらまた中庭で外の空とかですね、緑が見えるっていうのも素敵です。ということでいかがだったでしょうか。今日もご視聴ありがとうございました。